はい、それでは今回の動画はリバーブやディレイのかけ方、インサートでかけるのかセンドでかけるのかどっちがいいのというのを解説していきます。ではまず大きく分けて2種類かけ方があります。一つはインサートでかける方法、もう一つはセンドでかける方法で、それぞれかかり方、主に音量とかですねとかバランスの取り方が変わってきますので、それぞれの特性とどういった時に使うのかというのを紹介していきます。まずはインサートです。これは普通のコンプや EQ と一緒で、普通にこのトラックそのものにエフェクトを入れていく形になります。スタジオ1ですとこんな感じですかね。このトラックに直接入れます。で、適当にプレセットを選んでちょっと聞いてみましょう。No latency, no dreams。はい、こんな感じになっています。初心者の方ですとほとんどの方がこういった感じでリバーブをかけると思うのですが、もう一つのセンドでかける方法は、こちらを一旦削除しまして、こちらの下の段ですね。もしここが表示されてない場合は、このように境界線を引っ張って上に上げるとセンドが現れます。そしてここでプラスをクリックして、今回は FX チャンネルですね。これを追加します。そうすると別のトラックが誕生するので、ここにインサートします。そしてかかり具合はここで調節します。No latency, no dreams。はい、大きく分けてこの2種類があります。両方ともリバーブをかけるという意味では全く同じなのですが、一番大きな違いとしてはこのかけ具合がミックスで調節するかセンドで調節するかの違いですね。インサートのかかり具合はこのミックスの値で調節します。インサートの場合は0だと原音が 100% 出てる状態。50% だとリバーブが 50%、原音が50。そして100にすると原音は0でリバーブのみという状態になります。No latency, で、それに対してセンドでかける場合は0にしてもセンドを上げても原音が 100% の状態であることには変わりないという感じで、ここに対してどのくらいリバーブを足すかというバランスの取り方になります。ですので、原音を100とすると、例えばこのくらい上げると150の音量でなる。弁解とかにすると200ぐらいの音量でなるというような考え方になります。No latency, no dreams。ですので、リバーブを上げ下げしたときに原音のボリュームが変化しないというのもセンドでかける利点かなと思います。で、一見センドでかける方が手間がかかるように思えるのですが、最初に1個立ち上げてしまえば他のトラックでも同じリバーブを使うことができるというのが最大のメリットです。例えば今別のピアノのトラックを立ち上げました。そしてここにセンドで同じリバーブを使う。分かりやすく名前変えておきましょう。リバーブ。そうすると、じゃあボーカルはこのぐらいリバーブかけよう。ピアノはこのぐらいリバーブかけよう。それがトラック数が増えても、じゃあこれドラムスとかだとして、リバーブを、じゃあドラムはちょっと薄めにしよう。みたいな感じで、同じリバーブ、一つのリバーブを複数のトラックで共有することができます。で、これのメリットとしましては、まずはこう視覚で分かりやすいっていうのがありますよね。ここにインサートでこのようにコピペしてると、何%でかけているのかなというのはここを開かないとわからないという状態になってますね。このような感じ。そしてトラック数が増えれば増えるほどこのようにコピペしてかけないといけないし、ピアノだけ下げたいってなったらピアノ開いて X 下げてみたいな感じになるので、こういう場合はセンドでかけた方が圧倒的に便利です。センドで使っていれば、例えばリバーブ全体的にちょっと長すぎるなと感じましたら、ここで一括で下げたり上げたりすることができます。で、もう一つのメリットとしてはミックスにおいてかなり重要なのですが、同じリバーブを共有するということは同じ空間を共有するということでもありますので、異なる環境で捉えた複数の楽器に統一感をもたらすという効果も期待できます。ですので基本的にミキシングで使うリバーブはセンドでかけた方が適切かなと思っています。ではインサートは逆にどういう時に使うのかというのを解説しますと、例えば効果音とかダーンという効果音に対してすごい深いリバーブ、ディレイとかをドン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 かけたいという場合に
他のトラックで特に共有する予定がなければ、もうインサートに挿しちゃっても全然いいと思います。例えばボーカルであっても、エフェクティブなとあるセクションで一瞬しか使わないリバーブとかは別にインサートとかに挿しちゃっても全然いいのかなと思います。むしろそっちの方がこのバスのエフェクトトラックがいっぱい増えすぎなくていいかなとも思います。インサートに挿すリバーブっていうのはどちらかというとミックスというよりもその楽器固有の表現という意味での役割が大きいと思いますので、ニュアンスとしては例えばシンセとかに内蔵されているリバーブだったり、ギターとかだったらギターアンプ側で撮る前にもうかけちゃってるリバーブとか、そういうニュアンスに近いのかなと思っています。はい、以上がリバーブディレイのかけ方でインサートとセンドの違いをご紹介させていただきました。目的に合った使い分けをしていければいいかなと思っています。